こんにちは、ヒロです。皆さん、今 AI ツールのサブスクいくつ契約していますか？ AI ツールを使いこなそうとするほど、毎月のサブスク代がどんどん膨らんでいくし、しかも最近はモデルの進化が早すぎて、今これが最強って思って使い始めたら、すぐに別のモデルが出てきて乗り換えなければいけない。正直追いかけるのが嫌になってきませんか？でももし、チャット GPT、クロード、ジェミニはもちろん、最新の動画生成モデルやドキュメント生成などが全部一つのツールで完結するとしたらどうでしょう？このチャンネルでは Web デザインやサイト制作、AI に関するチュートリアルを発信しています。今回紹介するのは、シリコンバレー初の AI ユニコーン企業が手掛けるオールインワン AI ワークスペースのジェンスパークです。このツールを使えば、バラバラになりがちな AI の作業を、ここだけで全部できる状態にしてくれます。しかも、テキストや画像はもちろん、ドキュメント操作も得意なんです。概要欄にジェンスパークのリンクを貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは早速画面を見ていきましょう。これがジェンスパークのホーム画面です。AI チャット、スライドやドキュメント作成、画像、動画生成、コード編集などいろんな機能が揃っています。この画面の中央のチャットにやりたいことを投げるだけで、ジェンスパークが必要な機能を自動で組み合わせて作業してくれます。例えば2026年の Web デザイントレンドを調べて、10枚のスライドにまとめてと入力してみます。するとリサーチから始まり、スライド作成まで自動で動き始めます。なので基本的な使い方としては、やりたいことをここで指示するだけという感じで、めちゃくちゃ簡単に使うことができます。しかもちゃんと生成結果を AI がスクリーンショットを撮って自分で見直して、そこから何回も修正を加えた上で提出してくれます。はい、さっきのプロンプトでの生成結果がこんな感じになってるんですけど、見てわかると思うんですけど、デザインのクオリティもかなり高く生成されています。次にもう少し自分でコントロールしたい場合は、サイドバーや下のメニューから始めます。例えばここにある AI チャットを使ってみます。ここではチャット GPT、クロード、ジェミニーなど使いたいモデルを自分で指定してやり取りができます。なので、クロードに文章を書いてもらうことや、リサーチはジェミニーにお願いしようみたいな使い分けが可能です。また、一番上にあるミクスチャーオブエージェンツというモードにすると、複数のモデルに同時に同じ質問を投げて、回答を合成してくれます。AI によって言ってることが違うってことが結構あると思うので、その辺いろんな AI の意見を踏襲した内容を返してくれるので、これはかなり実用的な機能です。次は画像生成を使ってみましょう。モデルの選択欄にナノバナナプロ、チャット GPT のイメージ2など最新モデルがちゃんと用意されています。画像のサイズやアスペクト比の設定はもちろん、カメラの指示を加えることや参照アセットの登録ももちろん可能です。はい、こんな感じでめちゃくちゃリアルな画像が一発で出てきました。しかもここから変更を加えるのもめちゃくちゃ便利にできます。生成した画像をクリックすると描画して編集っていうボタンがあるので、ここで画像に変更したいイメージを描画して、その上でプロンプトの指示を加えます。はい、こんな修正も一発でできちゃいます。他にも背景削除や生成拡張機能などのクイック編集も用意されているので、生成だけではなく編集もかなり使い勝手がいいです。ここで少しお時間をいただいて、もし少しでも参考になったら、高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。動画制作の励みになります。次はコード機能です。ウェブサイトはもちろん、フラッターアプリや Shopify を使った EC サイトの作成ができます。ウェブサイトは簡単なランディングページからフルスタックのウェブアプリまで構築ができて、使い方はいわゆるバイブコーディングです。画面左のチャット欄にこういうサイトを作ってと指示するだけで AI がコードを書いてリアルタイムでサイトが出来上がっていきます。プロンプトの指示だけでこのレベルのページがあっという間に出来上がります。しかもこのコード機能編集が便利すぎます。ビジュアルエディターのようにテキストや色を画面上で直接クリックして変更ができて、さらにグリッドレイアウトなどの要素に対してもチャットで指示するだけで即反映されます。これはマジで便利です。コード自体を直接触ることもできますが、VS コードのようながっつりとしたエディターではないので、基本はバイブコーディングで進める前提です。ただ、スキルドと MD が使えたり、変更が自動で Git 管理されたりと、開発環境の使い方としてはかなりいいです。これ使ってて思ったんですが、バイブコーディングって特定の情報をまとめて見やすく共有するっていう使い方にめちゃくちゃ向いてると思いました。パワポでまとめるのは大変だし、Notion やメモツールだとレイアウトやデザインがどうしても制限があるけど、HTML と CSS を使ったサイトなら表現の自由度がかなり高くて、そのまま URL で共有するのも簡単なので、結構そういった用途としてかなり便利なんじゃないかなと思いました。もちろんプロジェクトの叩きとしても全然使えると思います。で、ここで作ったサイトはそのまま公開が可能です。ジェンスパークのサブドメインにワンクリックでデプロイするホステッドデプロイか無料のクイックシェア、もしくはクラウドフレアページズと連携してカスタムドメインで公開することが可能です。さ
さらに GenSpark は今年2026年の4月にマイクロソフトとの公式パートナーシップが発表されて、Word、Excel、PowerPoint に直接アドインとして入れられるようになりました。アドインの項目から GenSpark と検索してインストールするだけで、Word の中でリサーチして文章を書いてもらったり、Excel でデータを分析してグラフを作ってもらったり、PowerPoint ではリアルタイムでリサーチした内容をスライドに自動で流し込んでくれます。GenSpark はブラウザだけじゃなくて自分が普段使っている Office の中でそのまま動く。これは特にビジネス用途で使いたい人にとってはかなり大きなポイントだと思います。GenSpark を使う最大のメリットは、ツールを乗り換えるたびに作業が途切れるという問題を解消してくれる点にあります。ChatGPT、Claude、Gemini、それぞれのサブスクを払いながら行ったり来たりしていた時間が全部なくなる。その時間を本来やるべき仕事や創作に使えるようになります。概要欄のリンクから登録すると無料クレジットがもらえるので、まずはそれで触ってみるのがおすすめです。最後までご視聴いただきありがとうございました。